はい、今回は昨日9月12日に日本でもついに発売となりましたベガスプロ17の新機能や変わったところをざっと網羅的にご紹介していこうと思います。このベガスプロ、最近では年に1回バージョンアップが行われているのですが、今回はここ最近で一番大きな変化があって、ちょっと短い時間触ったぐらいでは把握しきれないぐらいのかなりのボリュームの変化があります。そしてベガスプロ、長いこと使っている方はバージョンアップが毎年ある中で、今年はちょっと新しいの買おうか買うまいかみたいな感じで悩んで、ちょっと目玉の新機能なんかがあったりすると、よし今年は新しいバージョンを買うかみたいな感じで、このベガスプロエディット、ソフト単体だけを新しく買っている方が多いと思うんですが、今回はちょっとベガスプロ17スイートのパッケージの内容もちょっと把握して比較する方がいいと思います。ちょっと一つ開くと比較が出てくるのですが、ここですね、ラインナップの機能比較表、ベガスプロ17エディットソフト単体ベガスプロ、そして17スイートですね。まずエディットはベガスプロ17本体のみと、そしてプロになると DVD アーキテクトがついてくるよと。そしてこの次の段階ですね、ここからボリス FX というのが今回新たに追加されています。このボリス FX というのが重要になってくるのですが、これアフターエフェクツなんかを使っている方はかなり昔から馴染みのある、老舗の有名エフェクト会社となります。ちょっと分かりやすいページがあるので開きますと、これフラッシュバックさんというアフターエフェクツとかいろんな映像ソフトのプラグインなんかを取り扱っている、販売しているサイトになるのですが、ここのボリス FX のページを見ると分かりやすいです。そしてこのボリスともう一つ昔から二大巨頭と言ってもいいぐらいメジャーな老舗のエフェクトがあるのですが、このサファイアというのがもう一つあったんですね。ゲンアーツという会社が昔は扱ってたんですが、特にこのサファイアに関しては、日本のテレビ業界でもこれが編集室に入っていないと話にならないというぐらい昔から使われているエフェクトになるのですが、このサファイアも今はボリスが買収してボリスの取り扱い製品となっています。他にもトラッキングエフェクトで一番有名なモカというツールですね、これもボリスが取り扱っているものとなります。といった感じの老舗業務用エフェクトの会社となります。そして今回このボリス FX のエフェクトが何個かついてくると、例えばスイートになるとコンティニウムライトユニット、キー&ブレンドユニット、3D オブジェクトユニットみたいなエフェクトがついてくると、これフラッシュバックさんの方にも載っているのですが、例えばコンティニウムライトユニットですね、エフェクト単体で買うと42,000円すると、ここで取り扱われている製品と今回スイートについてくるものが全く同じパッケージなのかどうかっていうのはちょっとわからないのですが、例えばこのフラッシュバックさんのこのコンティニウムライトユニットのところでも、この OFX、ダヴィンチやベガスプロで使えるようなエフェクトが販売されています。こういったボリス FX が今回パッケージになっていることで、ベガスの機能がかなり拡張されますので、ちょっと内容を確認してスイートかエディットを選ぶ必要が今回はあります。僕個人的には今回はベガスプロ17スイートが一番買いかなというふうに思っています。と言いつつ、人によって使う機能使わない機能とありますので、これからベガスプロ17スイートの中身を実際に見ていきます。この下の方に行くと新機能のリストがあるのですが、まずタイムラインの入れ子構造に対応、これ実際にやっていきます。普通に動画編集をするのですが、例えばこんな感じで編集していったとします。そしてトラックが増えてくると、ちょっとグループ化してタイムライン整理したいなというのが昔から結構あったのですが、今回これができるようになりました。グループにまとめたい素材をすべて選択します。すると、ここに新しくネスト化されたタイムラインを作成するという項目があります。これをクリックすると、まずプロジェクトパネルの保存となります。これ、親プロジェクトに名前を付けて保存となっているので、まず親としておきます。親01。そして保存します。すると続けて、ネスト化されたタイムラインに名前を付けて保存。いわゆる項ですね。を保存するのが出てきます。ですので、項01としておきます。これで今、親とこの2つのプロジェクトファイルが保存されたのですが、今これ、左上、プロジェクト名を見ると、項01となっていますので、項が開かれています。そして、ここ、親タイムラインを開くをクリックすると、親のタイムラインに切り替わってまとめられた状態となっています。
こんな感じですね。一つの素材で、こうまとめられていると。この状態で、さらに続けて動画編集ができるようになります。そしてこの中身をもう一度編集したいときは、選択して、ネスト化されたタイムラインを開く。で、またこの中がいじれると。こういった形でネスト化することができるようになりました。そして次、平面のモーショントラッキング。これに関しては実は Vegas Pro 16が途中アップグレードされた段階からできるようにはなっていたのですが、去年の Vegas Pro 16と同じ素材があったので、まず、モーショントラッキングをしていきます。ちょっと短めにします。まずトラッキングする素材のイベント FX から、Vegas ベージェマスキングを追加します。そしてマスク、トラッキングポイントにマスクを合わせます。このあたりに関しては去年の Vegas Pro の16ですね。動画の中で解説していますので、ちょっと軽めにいきます。そしてトラッキングをスタート。すると解析が始まって、解析が終わると、こんな感じですね。女性の顔に追尾するようにマスクが移動すると。トラッキングされた状態となります。そして一般オプションからマスク FX にチェックを入れて囲みを取ります。次に追尾する素材を配置します。ちょっと関係ない絵であれなのですが、例えばこんな感じの素材を配置して、ここからが Vegas Pro 16のアップデートで対応した部分になるのですが、追尾させる素材のエフェクトで Vegas Picture in Picture を追加します。そして P&P を調整します。Picture in Picture ですね。例えばここに配置します。そして2つとも素材を選択します。この状態でツール、拡張機能、コピーモーショントラック to P&P、いわゆるモーショントラックをピクチャーインピクチャーにコピーしますというスクリプトを実行します。すると、マスクから1のコピーが完了しましたと出て再生すると、こんな感じですね。トラッキングポイントに素材が追尾すると。これが平面のモーショントラッキングとなります。そして次にスマート分割。この機能、個人的にはもしかしたら一番面白いアップデートなんじゃないかなと思っているのですが、例えば、よく人が喋っているこういう動画ですね。編集するときに喋っているいらないところ、ジャンプカットでパカッとよく飛ばすと思うんですが、これを自動的に滑らかに保管してくれる機能となります。使い方は、一回元の素材を配置して、素材を選択した状態で不要な部分を選択します。喋ってるいらない言葉を削るので、口が閉じてるとこですね。閉じて、さらになんか喋ってるなぁとあって余計なこと言っているんだろうなとなった時にここを例えば削ります。この部分ですね。素材を選択した状態で削る範囲を選択して編集、スマートスプリットをクリックすると自動で削られます。そして再生してみると滑らかにパカッと切れるんじゃなくて滑らかにカットがつながると。これなかなか目玉機能なんじゃないかなというふうに思っています。もう一度やってみます。素材を選択した状態で選択範囲を作って、ちょっと笑顔になっているのでもしかしたらおかしいかもしれないですが、編集、スマートスプリット。こんな感じですね。意外といけますね。パカッとなるんじゃなくて、自動的に保管して繋いでくれると。これ、クロスフェードのところに自動的にエフェクトが入っているのですが、これで
絵をきれいに保管してうまくつないでくれているという形となります。エフェクトのかかり具合を変えると、保管の具合も、自然な感じにちょっとモーフィングのような感じですね。として使えますので、これはなかなか面白い機能だなと、自動でここまでできるのはいいなというふうに思いました。これがスマートな分割ですね。次にレンズ補正。これエフェクトですね。単純にレンズ補正のエフェクト。前からあったかななかったかなという感じなのですが、いわゆる一眼レフなんかで撮った時のレンズの歪みですね。それを補正するレンズのエフェクトになるのですが、レンズ補正追加。これ何がいいかというと、今回のこのエフェクトのいいところはレンズのモデルというのがあって、プリセットにいろいろなメーカーのレンズが入ってるんですね。キヤノンのレンズ、ニコンのレンズみたいな感じで。それに合わせて、プリセットで自動的にバチッと一発で保管できるよというのが、この補正という意味ではいいところなのかなという感じですね。あとは演出上、このレンズ補正エフェクト、逆に歪みも作れるので、結構トランジションと組み合わせたりして、面白い演出なんかも作れたりできますので、このレンズ補正エフェクトはあるといいのかなという感じですね。次に自動スライドショー作成。この機能はムービースタジオにはずっとあったのですが、ベガスプロにはなぜか搭載されていなかった機能となります。挿入、スライドショー。そしてスライドショークリエイターが起動するので画像を追加、写真を追加します。そして開く。設定から、開始時間は0秒から。画像ごとの時間は例えば4秒。そしてエフェクト。パンを読みズームしながらフェード。そしてオーバーラップ、このフェードにかかる時間は1秒みたいな感じに設定して、作成を押すと、もうこれだけでスライドショーが作成されるという機能となります。この機能に関してはムービースタジオの動画でもっとちゃんと解説していますので、説明欄の方にスライドショークリエイターの使い方のリンクを貼っておきますので、そちらから詳しく知りたい方は見てください。といった感じですね。さらに画面録画ツールを搭載。これパソコンの画面を動画で記録できる機能が追加されました。ファイル、スクリーンキャプチャー。今僕はこれ2画面つないでいるので2つ表示されていますが、録画する画面を選択して、録画を押すと録画が始まります。そしていろいろ作業をして、停止をすると、エクスプローラーの自分のユーザーフォルダですね。ローカルディスク C、ユーザー、自分のユーザー名にキャプチャーズというフォルダがあるので、ここに保存されています。といった感じで、ベガスで画面の録画ができるようになりましたという機能となります。次が、手ブレ補正の視覚化、一部だけ手ブレ補正などという手ブレ補正の強化になるのですが、ちょっとこの手ブレ補正の視覚化の部分がわからなかったのですが、ちょっと手ブレ補正触ってみます。こんな感じで揺れている素材、ちょっと何の絵なんだって感じなんですが、まず一番大きな変化としては、手ブレ補正が今回、このイベント FX で使えるようになったということです。今まではメディア FX に適用することしかできなかったので、この素材元々にかけるために解析にすごい時間がかかっていたのですが、このイベント FX にできるということは、例えば分割したこの部分だけ解析するということができるようになりました。もうちょっと範囲を広げておきます。この真ん中のイベントにエフェクト、手ブレ補正を適用します。そして手ブレ補正の解析を行うと、進まないときは相変わらず最小化ですね。今進んでいます。解析が終わりました。すると、ここから適用されている。そして、ここから適用されてない。といった感じでサクッと使えるようになりました。この変化は、かなり大きいかなというふうに思います。こんな感じですね。補正範囲外。ここから補正された。ここからまたないといった感じですね。そしてこの手ブレ補正エフェクト、モードが3つほどあります。ユーザービュー。今基本モード、昔ながらのベガスのシンプルな、設定項目のものと、プロフェッショナル、ベガスプロ16の時に最初搭載されていたものですね。そしてさらに進化したエキスパートというモード、この3つのモードがあるのですが、ちょっとこれも何が何だか、
かなり使って何回も検証しないとわからないなという感じですね。そして個人的には手ブレ補正の設定にあまり時間をかけたくないので、基本的にはこの基本モードを使うかなというふうに思っています。ちょっと何かの機会で使ってみて、基本で使うよりこのエキスパートでやった方が断然いい結果が得られるよというのが分かればまたご紹介しようかなという感じですね。ですね、今回は、この手ブレ補正としては、このイベント FX 直接かけれるようになったというのが一番大きな変化かなというふうに思います。そして次、色補正系、HLG、HDR カラーのサポート、ハイブリッドログガンマ HDR に対応しましたと。ちょっと前も対応したというふうには言っていたのですが、どこが対応したのかちょっとわからない感じだったのですが、今回はなかなか本格的に対応したっぽい感じがしています。そして統合された色補正パネル、ラットのエクスポート、カラーカーブ、ホワイトバランスツールの改善という、ここ一色立て見ていきます。例えば HLG、ハイブリッドログガンマですね。撮影した素材。これ S ログでおそらく撮影したものなのですが、ログで撮影されるとこういうのっぺりした映像が撮影されます。これは白飛び黒つぶれがしないように、できるだけ階調を残した状態で撮影することを目的としているので、こんな形となっています。こういう風に撮影されたログの素材を使ってグレーディングしていくのですが、今回まずグレーディングのツールが新しくなりました。このタイムラインの下、ここですね。カラーグレーディングとここをクリックすると、グレーディングのパネルが表示されます。そして、グレーディングする素材を選択すると有効になるのですが、パネルこれいろいろあってごちゃごちゃしているのですが、大きく3つに分かれています。一番左側、この部分ですね。ここまでの部分と、そしてこの真ん中右側の部分、この部分と、この一番右側のボタン項目ですね。まず大きくこの3つのセグメントに分かれています。そしてちょっと僕自身がカラーグレーディング専門ではないので、あまり詳しくは分からないという部分もあるんですが、それにしてもちょっとこの並びがワークフローの考え方というか思想がちょっと分からないなというふうに思っています。ちょっと順序がバラバラになっているかなという感じが個人的にはしているのですが、ちょっと僕なりにの解釈で、ちょっと順番右往左往するのですが、このグレーディングのワークフロー、手順を追って説明していこうと思います。まず、グレーディングを行う前に、こういったログなんかで撮影した素材は、ベースとなる色味、普通の見た目の状態ですね。カラーコレクションになるのですが、を作っていきます。そのためにまず、ラット入力。ここにラットを当てます。そしてここの元の色味を復元するためのラットっていうのはカメラメーカーの方なんかで結構配布されていたりします。ソニーの場合、S ログのサイトで、ここからダウンロードできたりしますので、こういったものをダウンロードして、ここから当てます。参照。で、ダウンロードしたログがありますので、適用します。するとこんな感じで色が復元されました。無効にすると元の状態。有効にすると色が復元された状態。こんな感じですね。そして、ベースカラー用のラットを当てた後にこの右側のカラー曲線のパネルですね。ここでまず自動調整をクリックしてホワイトバランスを調整します。次に RGB。ここで明るさとコントラストを作っていきます。ちょっと色味なのでフル画質にします。こんな感じですね。これでベースとなる色味ができました。バイパスカラーグレーディングをクリックすると、すっぴんの状態、撮影した状態からカラーコレをしてベースのカラーが入った状態となります。まずこの状態を作って、ここからグレーディング、ルックスを作っていきます。カラーホイールに切り替えて、いろいろ動かして、色味を作っていったり、ちょっと今雑に触っていますが、いわゆるカラーホイールですね。で、作っていたりリセットします。カラーチャンネルでそれぞれいじっていったり。といった形で自分でグレーディングを行っていきます。入力、出力、レベルですね。出力。といったところですね。そして、
ルックラット、もう一つここにラットを当てるところがあるのですが、ここにいわゆるフィルム調のラットであるとか、いろいろダウンロードできるのがあるのですが、誰かが作った色調のラットを当てることができます。例えば、ラットフリーダウンロードなんかで検索すると、こんな感じでダウンロードできるラットを紹介していたりするんですね。これブックさんのサイトになるんですが、こういったところで好みのラットなんかをダウンロードしてきて、ここから適用すると、こんな感じで一発でフィルムルックにすることができます。さらにこのラットを当てた後に自分の好みにさらにカスタマイズしていくこともできます。そして完了したら終了でグレーディングが完了という感じですね。といった形となります。次に特殊効果、超滑らかなスローモーション。これがエフェクトで追加されました。例えば、こういった素材を配置します。ちょっと短くしてトラックを複製します。これまでもスローモーションはあったのですが、コントロールをしながら引っ張ることで最大4分の1倍速までスローにできたのですが、今回エフェクトで追加されて、さらに、高品質に保管することができるようになりました。エフェクトを追加します。ベガススローモーションを追加します。この下の素材を今表示させています。そして品質、粗い、中、細かいなどあるのですが、おそらく、解析にかかる時間だと思いますので、今回粗いでいってみます。モーションを解析。すると解析が始まります。これで解析が終わりました。再生レートを同じく4分の1、0.25 に設定します。そして再生してみます。こんな感じでスローが保管されて綺麗になっています。おそらくこの辺りで比較すると分かりやすいんですが、元々の昔ながらの方法の時は、もうちょい手前かな。でも意外といけてるな。こういったところですね。ペットボトルの、ここ。チカ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 とちらついたりしていると思うのですが、こういったところもエフェクトの方でやると、今ちょっと処理が変わらないな。保管方法を変えてみます。毛布。こんな感じですね。全然違和感なく保管されています。今までのスロー、このペットボトルのこの辺りですね、特に。やっぱスローにしたカクカクした違和感が出ているのが、こう滑らかに保管されると。こういった高品質なスローが使えるようになりましたという機能となります。そしてワープフローのトランジション、メッシュワープといった形の歪み系のエフェクトが追加されたということなんですが、これは先ほどの、ワープフローのトランジションはこのスマート分割で自動的に適用されていたものとなります。メッシュワープに関してはちょっとエフェクトがどこにあるのか見当たらなかったので、また分かり次第ご紹介しようと思います。そしてオーディオ編集、複数カメラの映像を音声データで同期。これもちょっと今手持ちでマルチカメラで撮影したものがないのでちょっと雑なやり方になるのですが、使い方だけご紹介すると、こうちょっと、音のある素材があって、これを例えば、複製して配置しておきます。これ今同じ素材なのですが、別アングルで撮影した、同じ音が入った
素材だと考えてください。そしてこの2つを選択して、ツール、マルチカメラ、オーディオ整列イベントに同期するをクリックします。すると解析が始まって、今この音の波形を解析している状態ですね。それぞれの素材の。そして解析が終わると、音の位置で素材が、時間が合わせられるといった機能となります。これは、断然便利な機能ですね。そして、ファイルサポート、GPU 強化されました。プロレス4444 α 付近に対応しました。8K もいけます。10ビットの HEVC も書き出せるようになりました。いわゆる HDR 正式対応といった感じですね。そして、ユーザーインターフェース系は、プロジェクトノートウィンドウ。これちょっと新しくて、面白いのかなという感じ。ここにプロジェクトメモというのが追加されているのですが、ここにメモができると。例えば、カット02差し替え。さらに、カット04差し替え。みたいな感じで作業のメモができます。そして終わったものはチェックして完了済みにできると。いったようなメモがこのベガスの中でできるようになりましたと。僕普段メモ帳でやっているのですが、この中でやれると便利なのかなという感じですね。何人かで作業する場合にはいいのかなと思います。そしてストーリーボードの改善。16で追加されたストーリーボードの機能が強化されましたと。そしてメディア FX インジケーターなど。メディア FX インジケーター。これ多分、今まで配置された素材のメディア FX は右クリックメディア FX しかなかったのですが、このハンバーガーメニューの中にも追加されたので、いつでも表示をここに出せるよということだと思います。といった感じですね。ここまでがまず Vegas Pro 17本体の追加機能であったり大きな変更点となります。そして次、ここからが、ここですね。Boris FX。例えばスイートでインストールすると、エフェクト、サードパーティー。こんだけのエフェクトが追加されます。僕もほとんど触っていないので何のこっちゃという感じなのですが、代表的なものだけちょっとご紹介しようかなと思います。まず、Vegas Pro 17にもついてくる Boris FX Continuum Lens Flare 3D。スイートの方ではこのライトユニットの中に含まれるエフェクトの一つとなります。いわゆる 3D のレンズフレアですね。これ、レンズフレア 3D 追加 OK とすると、こんな感じでレンズフレアが適用されると。3D 空間的に配置できるレンズフレアのエフェクトといった感じですね。アフターエフェクツでいうところのオプティカルフレアーズに近い形かなと思います。フレアの明るさを変えたり、乗り具合変えたり、ライトフリッカーで光源を揺らしたり。これだけでだいぶ雰囲気が変わります。こんな感じで光が揺れる感じですね。そして、FX ブラウザを開くと、いろいろなレンズフレアのプリセットから選ぶことができると。といった感じのエフェクトとなります。これはこれで全然なかなか使えるレンズフレアのエフェクトかなと思います。そして次に、これがおそらく欲しかった人も多いと思うのですが、3D 系のエフェクトですね。まず BCC エクストルードテキスト。適用するとまんまなのですが、3D のテキストが作れるというエフェクトとなります。例えば、ローンチユーザーインターフェースで文字を打ち替えます。OK とすると、まず文字が打ち替わっています。そして、フロントマテリアル。表面の、正面の質感ですね。例えばテクスチャー。材質はどれにするであるとか。といった設定ですね。を変えて
3D の質感を作っていけます。このマテリアルサイド、ベベルバックあるのですが、次にトランスフォーム。まずポジション Z、前後の距離ですね。そしてちゃんとライトが配置されているので、この 3D オブジェクトの位置によって光の当たり方が変わると。このあたりちゃんと 3D 的な処理が行われています。そしてもちろん 3D オブジェクトになっていますので、回転させるとちゃんと厚みがあります。といった感じで、これまで結構ベガスの中で 3D タイトルは作れないのかっていうようなご質問をいただいていたのですが、その度にちょっとベガスの中ではできなくて高価な外部のエフェクトを買わないとできないですというふうにお答えしてきたのですが、今回それが、ベガスプロ17スイートには付属してくるといったものとなります。さらに、これの流れについでになるのですが、BCC タイトルスタジオというエフェクトがあります。これを適用すると、先ほどと同じように 3D のタイトルのように見えるのですが、ローンチ Wii を立ち上げると、この編集画面ががっつりのものが出てきて、いまいちこれまだ何か分かっていないのですが、デフォルトで配置されている素材を削除。そして、Add New Shape、Imported Model。ここから 3D データを読み込みます。するとこんな感じで、自分で作った 3D データを読み込むことができます。Use Transformations をオンにすると、アニメーションさせることもできます。ポジション。回転ですね。といった感じで 3D データを読み込んでアニメーションさせることもできるようになっています。これはなかなか今までのベガスでは考えられない機能になりますので、面白くていいなというふうに思っています。といった感じで、他にもいろいろあるのですが、ざっくりと、今回のベガスプロ17の進化はこんな感じとなります。今回の進化は割と数クリックでいい感じにするというよりも細かく作り込むためのツールが増えたなという感じですので、ちょっと使い込まないとなかなか全貌を把握するのは難しいなというふうに思っています。これから僕もちょっとずつ使いながら分かっていたところからまたチュートリアルで出していきますので、そちらの方もぜひお楽しみにしておいてください。これからベガスプロを購入をご検討されている方や17バージョンアップどうしようかなと迷っている方は、ぜひこの9月30日のセール中ですねまでに答えを出して購入される方は購入されるのがいいんじゃないかなと思います。といった感じで今回は以上です。またお会いしましょう。